おはようございます。なごみけです。今回はフリーランスになった自分の最近のカバンの中身、朝はジムで運動してそれから PC 作業するというルーティンが確立されてきました。その結果、持ち物の様子もガラッと変わっています。身軽さ、使い心地、機能、デザイン、様々な点でバランスを取るべく工夫したカバンの中身、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。まずバッグについて、マースティックのトートバッグ18は容量18リットルの意味です。ナイロン製ながらディテールが光るテックな印象のショルダートートを使っています。この商品ページのルックの数々、シンプルながら本当に雰囲気が強くて好きなんですよね。写真のムードに対して構造は至ってシンプルです。そもそもコンセプトとして細かなポケットを排除して多用途で使えるようにしています。そのため仕切りという仕切りも内部の小さめなメッシュポケットと PC ノート用のポケットくらいです。ただこの PC を入れたくなるような配置のポケットには残念ながら13インチ MacBook Air を入れることはできませんでした。このトートの魅力は機能というよりはどちらかというと素材へのこだわり。そこには強度の高いリップストップナイロンを使用、ポリウレタンコーティングも施してあり、強度、耐摩擦性、耐陰裂性に優れています。センターに入った反射材のラインとロゴ、夜間でも安心ですが、純粋にかっこいいなと思っています。そしてメッシュ部分は結構な大容量。こちらも細かな仕切りがないので、暑くなった時にライトアウターを入れたり濡れたものを入れたりと万能に使えますね。朝は自転車でジムまで向かうことがほとんど。そのためこの季節になるとさすがにバックパックで自転車は背中が蒸れることに加え、自転車に似合うようなバッグが欲しいなと感じ購入しました。サイドのベルトを手に持てばボストンバッグのような雰囲気。着脱可能なショルダーベルトを使えば両手が空いて自転車などに使えます。生地が薄い分、入れるものによってはバッグの形が少し不格好になりかねないのは仕方ないところですが、それでも十分に使いやすいトートバッグです。ちなみに同じマースティックのカラビナをアクセントとしてサイドにつけています。このシルバー、雰囲気がありますよね。そしてその隣にはこれまたバッグのアクセントになっているお気に入りのナッシングの黄色いイヤホン。なんだかんだこのイヤホンは長きにわたり使い続けています。実は一度故障したんですが交換していただきました。カスタマーサポートも充実していますね。1万円台で購入できるのに十分な機能性と唯一無二のデザイン性を両立しています。音質は十分。それでいて電車内、特に地下鉄などで使う分にも文句のないレベルのノイズキャンセリングと2台同時接続できるマルチポイント接続にも対応しています。音も癖がないので万人に受け入れられやすいイヤホンかなと感じますね。そしてこの圧巻のデザイン性。薬のカプセルを模した上下で切り替えたイヤホンケースでクリア素材を巧みに用いています。イヤホン本体はこのうどん部分をひねったりして操作します。デザイン性をできるだけそのままにファッションとしても機能させたいのでクリアケースを使ってこのバッグに固定しています。1年が経ちもう黄ばんできてしまっているんですが、本体を保護しつつカラビナを使えるようになるので買う価値は十分あるかなと思います。今後 AirPods Pro などを購入することはまたあるかもしれませんが、それでも現状何の不満もないのもまた事実。デザイン性の優れたプロダクトとして持ち続けていくつもりです。そしてジムの後そのまま仕事に移るので PC も持ち歩きます。現在のメインマシンは M3MacBook Air。MacBook Pro も使っていたんですが、現状やはり身軽さを重視して Air に落ち着くかなというところです。M3 チップであれば自分の映像編集をメインにしたタスクは十分賄えています。 iPad なども検討したいところですが、悩ましいですね。先ほど述べたようにバッグはかなり薄手の生地かつ保護用のポケットなどもないと言っていいでしょう。そこで PC を持ち運ぶ際にはスリーブやケースが必須になってくるのですが、僕は引き続きドリップのレザーケースを使用しています。色柄のないミニマルなデザイン、同じものを使用してすでに6年ほど経っていますが、だいぶクタクタ。ようやく味が出てきたと言ってもいいんじゃないでしょうか。レザー自体の程よい保護性能で見た目を維持しつつ一定程度衝撃などから守ってくれます。続いてはカメラ。 iPhone だけだとどうしても物足りないこともあり、基本的には別でカメラを持ち歩いているのですが、最近はわざわざこの大きいニコン ZF を持ち歩くことが増えました。写りは正直コンデジやスマホと比較するものではないと思うので割愛しますが、本当に空気感を作り出してくれる唯一無二のカメラかなと思います。製品としてのクオリティもお気に入り、
フィルムカメラを彷彿とさせるようなフォルム、操作ダイヤルなど、これで動画を撮れるというのがまた楽しいですね。レンズに使っているのはオーソドックスな 40mm 単焦点。コンパクトでそこそこお手頃、かつ明るくキレのある写りが楽しい、お出かけにはぴったりのレンズです。と言いつつ、やはり欠点はその重さ。本体が 710g あるので、軽いレンズでもつけると 1kg にかなり近づきます。正直軽量性を重視するなら持ち歩くのはやめた方がいいカメラなんですが、それでもちょっとした瞬間をこのカメラで撮りたくなるんですよね。そんなカメラにつけているのは最近購入したオブジェクツ IO のストラップ。ストラップに特段の機能性は求めていない分、佇まいが好きになれるカメラストラップとなるとそう選択肢は多くありませんでした。細すぎず太すぎずの実に絶妙なバランス。重い ZF を支えるのにも十分なクッション性を有していて、首周りが食い込むように痛くなることはありません。色はホワイトをチョイス。フルブラックの ZF がまた違った印象に見えますよね。またこのカメラはお出かけではなくがっつり動画用にも使うカメラ。そのため三脚などに立てて動画撮影時に着脱できるよう、先端にはドリップのフレックストップをつけています。クリップ式で自由につけたり外したりできる機能性を有しつつ、シルバークロームに塗装された真鍮素材はカメラの品格を損ないません。個人的にはこれによってようやく ZF が完全体となった感覚です。重い、でかいという大きなハンデを背負いつつ、お気に入りのカメラを持ち出す機会が増えそうです。そして財布。バッグのメッシュポケットに収納しています。最近財布を使うシーンって結構少なくなってきましたね。使っているのは幾度となく紹介しているジャムホームメイドの三つ折り財布。個人的にはコンパクト財布の中で最も使いやすいように感じます。ボタンを開けると3つのカード収納ポケットとお札入れ。数少ないこれらを使うタイミングに備えて最小限の現金やカードを持ち歩いています。またこれらとは完全に独立して裏側に配置されているのが小銭ポケット。独立していることによって鍵を収納していても家の前でわざわざお札部分を開けたりする必要がないのがミソです。財布を使うタイミングこそ減ったものの、お気に入りの革小物として持ち歩いています。バッグに収納スペースがない分、小物は全てポーチに入れています。最もかさばらないポーチとして愛用しているのがこの無印良品のガジェットポーチ。軽量かつコンパクトでありながらそこそこのクッション性でこのポーチ内外のものを傷つけません。中にはメッシュのポケットが両サイドに2つ、それぞれケア・ビューティー系のアイテムとガジェットなどのアイテムに分け、中央にモバイルバッテリーを入れています。値段も安いのが嬉しいところ。ポーチに悩んでいる人はまずこれを試して、不満とか自分の使い方みたいなのが現れてきたら乗り換えるくらいでもいいかもしれません。中央に入れているモバイルバッテリーは CIO のもの。持ち運ぶ充電アイテムの数を絞るためにこれを使っています。以前まではもう少し小さいスマホ用のモバイルバッテリーで賄えていたんですが、 MacBook を Pro から Air にしたことで重い作業を外で行うと1日バッテリーが持たないことも増えてきました。その点、このモバイルバッテリーは容量 8000mAh で出力も 30W、 しっかりノート PC にも対応できるスペックです。そしてケーブル、プラグが内蔵。ケーブルを別で持ち歩く必要性はあまり高くないですし、このモバイルバッテリーの容量が足りなくなってきたらコンセントに挿して充電器として使うことができます。動画編集をする身としては必要になるのが有線イヤホン。まだまだワイヤレスイヤホンの遅延が気になる自分、引き続き有線イヤホンを持ち続けています。個人的に有線イヤホンブランドで気に入っているのがこのファイナル。低価格のモデルであればコスパよく高音質が手に入ります。基本的には僕は動画編集とせいぜい PC から音楽を聴くくらいの用途でしか使わないので、安くかさばりにくいマイク機能もないモデルを使っています。いい加減イヤホンも有線と無線を統一したいところなんですけどね。それこそ AirPods とかにすればまた変わるんですかね。ちょっといろいろ考えたいと思います。撮影データを移行するために使うのがアンカーの SD カードリーダー。撮影した動画など重要なファイルはすぐにバックアップを取りたいタイミングがあるので、こういったカードリーダーを重宝しています。何よりこのアイテムはこの SD カードに専念しているのがポイント。その他の機能は一切省かれており、その分このコンパクトさ、軽量さを実現しています。最近は HDMI ケーブルでモニターに接続する機会などがだいぶ減ったので、このリーダーを持っておくだけで十分なんですよね。転送速度も申し分なし。個人的にはマイクロ SD カードも挿せるのが嬉しいポイントですね。
僕は未だにポケットカメラなどでマイクロ SD を現役で使っているので、2スロット分用意されているのがありがたいところです。そして続いてはペン。たまにありますよね。誰かペン持ってないというシーン。そういった場合にも対応すべく持っているのがこのボールペンです。プレゼントでいただいたものですが、とても気に入っているラミー2000の油性ボールペン。シンプルでありながら流線形のフォルムとソリッドなディテールを両立したデザインはかなり好みです。木の軸は経年変化なのか少しずつ色が濃くなっているように思います。ボディは若干短めなのも扱いやすいポイント。こうしたお気に入りの筆記具を一つ忍ばせておくと結構意外なところで役に立ちます。そしてこれも万が一のためのアイテム、エコバッグです。コンビニバッグインベント S サイズ。帰りがけに食品などを買い出しに行く際、ちょっとしたものならトートバッグにそのまま詰め込んでしまうんですが、もう少し荷物が多ければこのエコバッグを出します。何よりもこの大きさ、軽さが特徴。普段あまり使う機会がない保険的なアイテムだからこそ、できるだけ存在感の少ないものを使いたいですよね。本当にコンパクト。普段エコバッグを持っていない人にも、いざという時のサブバッグとして役立つと思います。台湾のデザインショップで購入してきたこちらのハンドクリーム。見た目と香りに惹かれて購入しました。アイキャンドルは台湾のブランド。主にハンドメイドのキャンドルや香水、アロマグッズなどを展開しています。と言いつつ、このハンドクリームは割と韓国っぽいとも言えるシルバーをベースにしたパッケージの意外性が個人的に刺さりました。いろんな香りを試しましたが、割と特徴の強いものが多かった印象です。その中で選んだのがブラックティー。おそらく一番人を選ばない森林っぽさもある香りでした。保湿などの機能もありつつ、自分が主に使うのは気分転換。それこそ事務終わりの作業で、ここから集中して取り組むぞというタイミングで使います。香水などと比べてもはるかに気分転換として使いやすいので、ハンドクリームの使い方の一つとしておすすめです。そしてジム後にもう一つケアが必要なのが顔周りの保湿。相変わらず自分は無印良品のクリアケアオールインワンジェルを使用しています。美容液、化粧水、乳液の役割をこれ1本で担えること、ポケットサイズが手に入ること、どこでも買い足せること、これらが揃っているケアアイテムとなると、結局無印良品という結論になりがちです。正直スキンケア系のアイテムはそんなに多くのものを試したわけではありませんが、ただ自分への相性はとてもいいです。この手軽さからもぜひジムや銭湯、サウナのヘビーユーザーの方にはおすすめしたいところです。そしてボクササイズのジムにはウェアを持っていく必要があるのですが、毎日の洗濯フローを少しでも手軽にしようということでこのジムバッグを導入しました。というのも毎日運動後は汗だく。この汗だくのウェアを持ち運ぶために適当なビニール袋を使っていたんですが、見た目も衛生面も若干気になるところ。そして帰ってきたらこの汗だくのウェアを取り出して洗濯機に入れる。結構面倒だし、いい気分ではないですよね。ということでこのパナシーのジムバッグ、構造としてはバッグ状のメッシュ生地、そして筒状の撥水生地、これらが二重構造になっていて、上下2つの方向にジップの開閉部があります。まずメッシュバッグの方を開けて汗だくになったウェアを入れます。口を閉めれば撥水素材によって他の荷物に汗が染み込むことはありません。完全に遮断した上で家に帰ってきたらもう片方のジップを開けます。これによってメッシュバッグの、いわばユニットみたいな部分だけ引っ張り出しておくことが可能。このまま洗濯機に入れ洗濯乾燥します。ちなみにこのバッグはドラム式でも OK だそうです。洗濯が終わったらバッグごと取り出してまたジップを閉じてまたメッシュ部分を中に入れ込みます。そしてこのまま荷物としてジムに持っていくだけ。いつものジム用品をいちいち選んだり取り出したりといった手間は全くありません。この完璧に近いフロー、正直これができるのはドラム式である場合やジムでウェアに着替えるような場合のみなので、全員が全員におすすめできるわけではありませんが、ただ便利な人は必ずいるはず。ぜひぜひおすすめしたいアイテムです。続いてはプロテインについて。運動後は基本的に毎日飲んでいます。中に入れているのはレイズのプロテイン。こちらもメーカーに特段のこだわりはありませんが、基本的にプロテインはミルクティー味がおすすめ。どのメーカーにおいてもまずいという失敗がほぼありません。
ザバスのプロテインシェーカーを以前まで使っていましたが、僕の用途だとこのような通常のシェーカーはかさばること、また何よりもそのスポーティーすぎる見た目があまり気に入っていないことから、最近は無印良品のものを使うようになりました。と言いつつ、こちらはシェーカーではなく本来ただのボトルです。しかし中の氷止めを外せばかなりシンプルなシェーカーとして使うことができます。最大 350ml と一般的なシェーカーよりもややスリムに、そしてスポーティーな見た目を軽減し、このシンプルなデザインでプロテインを持ち運べます。290円という十分手に入れやすい金額なのも嬉しいですよね。凝った機能があるわけではありませんが、そう数が多くないこういった無機質なシェーカー、無印良品が非常に気に入っています。そして水。1日2リットルを飲むように心がけていて、それを助けるための割と意識高めの水筒を使っています。それがこのアッタラのタイムメーカーボトル。1日で2リットル、要は半日で1リットル飲めるように、そのガイドとなる線がボトルに記してあります。これによって今時間に対して水を飲んだ量が巻いているのか押しているのかを常に確認できます。昼までに飲み切ったらもう一度水を汲んで、残り1リットルを午後で飲めるようにするといった感じ。最初は1日2リットルって結構大変なんですが、それこそ運動すると割と巻き気味で1日2リットルをクリアできることが増えてきました。この時間ガイドが記入されている点も気に入った点の一つではありますが、意外といろんな水筒を調べていても、プラスチック製などの軽量なボトルでかつシンプルなデザイン、そして1リットル入るといったものがなかなかないんですよね。魔法瓶ではないので時間が経つと当然ぬるくなってきますが、個人的にはそれよりも水筒本体の軽さを重視している形ですね。そして最後は折りたたみ傘。最近傘とカバーをそれぞれ新調しました。傘はクニルプスの U220。クニルプスはこの赤い丸が目印のドイツの老舗傘メーカーです。ファッションブランドではなく、あくまで傘専門のメーカーとして折りたたみ傘を世界で初めて開発しました。その製品としての質には根強い人気があります。そして U220 は自動開閉機能を有した軽量モデルと言いつつ、クニルプスは全体的に重いんですよね。なのでこちらが軽量モデルであるとはいえ、昨今の折りたたみ傘の重さと比べると普通からやや重い程度ではあるかなと思います。しかしその分堅牢性や機能は十分。持った瞬間のしっかりした作り感はそんじゃそこらのブランドからは得られない体験でしょう。開けるだけでなく閉める際にもワンプッシュで行うことができます。またこの季節には嬉しい晴雨兼用傘、遮熱、遮光、紫外線遮蔽の性能も有しています。そんなクニルプスに合わせているのがこのレザーのカバー、カメラストラップと同じオブジェクツアー用のカラビナ付きアンブレラカバーです。ジップとカラビナだけの比較的シンプルな構造ですが、防水レザーを採用しており、濡れたまま傘を収納してもカバーが水を防ぎ、他の荷物が濡れることを防いでくれます。また傘のストラップをバッグのハンドルなどにかけて持ち運ぶこともできます。はっきり言ってしまえば折りたたみ傘とか、なんなら傘のカバーにこの値段出すのという感覚はもちろん自分もあるんですが、持ち物一つ一つにここまでこだわれているのも楽しみの一つかなと思っています。ということでいかがだったでしょうか。最近の仕事・外出用のバッグの中身一覧でした。ジム周りの持ち物が増えたこともありますが、ガラッとその装いが変わったように思います。ぜひ皆さんの参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を載せていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみ家でした。では。